MV ログ MB サポートビデオブログ M.2 とハードディスクドライブの同接とハードディスクから もう終わっちゃった。こんにちは、MB サポートです。本日の M ブログは2つの作業をします。1つは14年ぶりの自作 PC に M.2 NVMe と 3.5 インチハードディスクドライブを追加します。まあ簡単な作業ですね。2つ目はインテル第2世代の PC の C ドライブのハードディスクドライブを 2.5 インチ SSD に換装し、ハードディスクドライブをデータ用としてフォーマットします。2つ目の作業でトラブルが発生したため、記録としてビデオにしますが、やり方などを詳しく説明するわけではないのでご了承ください。はっきり言ってしまうと、作業中はクローン機能が無料で使えたソフトウェアが、ビデオの編集中に有料化されてしまいました。でもまあ無料でできる方法を誰かが投稿してくれると思います。ここはあくまでも趣味の日記です。まずは増設のために購入したものを開梱します。開梱します。中の商品を傷つける可能性があるので、ランボー2レプリカナイフでの開梱はおすすめしません。危ないのでしまいます。この瞬間が一番好き。そうそう、買い替えた自作 PC 用に USB ハブを購入しました。14年前の自作 PC は USB 2.0 でしたから、ようやく 3.0 の恩恵を受けられます。こっちがメインです。カットしたシーンをカットしました。出張中にタブレット PC の充電ケーブルが故障したので、予備として購入しました。IQOS 専用って書いてありますが、使えるでしょうね。増設する M.2 NVMe は Gen 4の 1TB を選びました。ウエスタンデジタル製です。14年ぶりの自作 PC はインテル第11世代なので、システム用 M.2 スロット以外は Gen 3になります。なので記載されたスピードは出ませんが、介護官なので使用可能と思われます。なお、第12世代 PC は Gen 4に対応していると思われます。ちなみにシステムドライブとして使用しているのは右で、同じ 1TB でも読み込み速度が倍以上の 7000MB/s になります。なお、金額も倍。でしたが、編集時点で7000円くらいの差でした。今となっては Gen 3であるものの、書き込み速度が速い SN750 でもいいと思います。いずれにしてもシステムドライブが SN850 で、今回増設するのが SN750SE です。システムドライブを換装するためのデータ移行ソフトもダウンロードできます。無料でダウンロードできるみたいです。そしてバックアップや保管用に 4TB の 3.5 インチハードディスクドライブを購入しました。東芝製で 4TB、速度はちょっと遅い 5400rpm です。ハードディスクドライブと M.2 を14年ぶりの自作 PC に増設します。続きまして、インテル第2世代 PC のハードディスクドライブと換装する SSD がクルーシャル MX500 2.5 インチ 500GB SSD です。C ドライブのハードディスクドライブは 2TB ですが、500GB も使っていないので大丈夫でしょう。C ドライブのデータを移行する際に使う USB 3.0 対応のモバイルケースを購入しました。センチュリー製ですね。今回の作業では1回しか使えませんが、今後も何かと使えるかもしれません。あとは SATA3 対応ケーブルを探します。マザーボードに付属しますが、なければ購入します。ありました。M.2 とハードディスクドライブの増設作業。増設する PC はこれです。その前に今回購入した 4TB のハードディスクドライブを14年前の自作 PC に増設して必要なデータを移動します。接続は SATA ですが、ハードディスクドライブからハードディスクドライブへのデータ移動なのでかなり時間がかかると思われます。その後 4TB のハードディスクドライブを
14年ぶりの自作 PC に移動します。ちなみにこのケーブル類も邪魔なので、すっきりまとめようと思います。なるべく見せない方向で、もう半年もこのまんま。まずは PC をシャットダウンして、電源ユニットのスイッチをオフにします。そして接続されているケーブルを外します。LAN ケーブルとかディスプレイケーブルとか。14年前の自作 PC を引っ張り出します。ちょっと休憩、お茶でも飲むかな。ああ！卓上ライトが落ちました。LED ライトは割れないのか？気を取り直して側面パネルを外します。SATA 接続 3.5 インチ外付けケースがあると便利なのですが、今の PC なら USB 3.0 で十分ですね。側面の PC ケースファンのケーブルを外します。今回掃除してないからちょっと汚いね。ビデオにしましたが、2020年5月に掃除したきりです。今回はホコリが積もっていますが、とっとと作業します。ハードディスクドライブが4つに光学式ドライブ1つ。まだ SATA ポートに余りがあるはずですが、なんだこれ。よく覚えていませんが、これが余ってるみたいです。これにハードディスクドライブを接続しましょう。反対側にしまして SATA 電源ケーブルを探します。ありました。これを使いましょう。この電源ケーブルが届く範囲に設置します。では、ここに突っ込みましょう。あ、2.5 インチ用ですね。でもこれ、外して 3.5 インチに対応できました。14年前から SSD を搭載することが想定されていた PC ケースです。初めての 4TB ハードを開梱します。サイズが変わらないけど容量が増えていく。十数年撮りためた写真やビデオをバックアップします。右が SATA ケーブル、左が SATA 電源ケーブルの接続場所です。側面のネジ穴にトレイの突起を合わせます。向きも気をつけないとね。古くはネジ止めでしたが、今では引っ掛ければいいだけになりました。それでも14年前の仕様は、トレイを不自然に広げてはめるため、折れそうで怖いです。左右のラバー部品も14年の月日を経て劣化しています。トレイを取り付けました。あとはそっとスライドさせるだけです。ちょっと込み入っていて撮影が難しいですが、増設したハードディスクドライブに SATA 電源ケーブルを接続します。先ほどハードディスクドライブのケーブルを接続する場所を示したので、そちらを参考にしてください。大きさが違うので間違うことはありません。あ、SATA ケーブルがマザーボードに接続されていませんでした。先にハードディスクドライブに接続しましょう。向きも逆に刺さらないようになっています。OK です。どれが使われていない SATA ポートなのか調べるのが面倒なので、光学式ドライブを外して空いたポートに接続します。今回のバックアップ作業に光学式ドライブは不要です。これで接続完了です。外したケーブル類を接続して起動可能な状態に戻します。なお、データをコピーしたハードディスクドライブを外すので、側面パネルは外したままにします。スイッチをオンにして起動します。問題ないですね。領域もドライブ文字も未設定なので、エクスプローラーで増設したハードディスクドライブを確認できません。左下にマウスカーソルを移動して右クリックします。メニューからディスクの管理をクリックします。領域がないドライブが接続されると、ディスクの初期化を促されます。まずは増設したハードディスクドライブを確認しましょう。下にスクロールすると、見割り当てのディスクが見つかります。初期化されていませんのディスクを右クリックします。ディスクの初期化をクリックします。Windows 10や11で使用するので、
GPT をクリックして OK ボタンをクリックします。ディスク4の左の赤い部分が消えて、初期化されていませんからオンラインに変更されました。見割り当てのディスクを右クリックします。新しいシンプルボリュームをクリックします。ウィザードが起動するので次へボタンをクリックします。追加したハードディスクドライブのすべての領域を使うので、そのまま次へボタンをクリックします。ドライブ文字は後で変更するので、そのまま次へボタンをクリックします。クイックフォーマットにチェックが入っていれば、そのまま次へボタンをクリックします。ボリュームラベルもドライブ文字と同じく、14年ぶりの自作 PC に接続してから変更する予定です。完了ボタンをクリックします。フォーマット中なので待ちましょう。領域が作成されました。これで Windows 上で使用可能になりました。ここからは Explorer でコピーするファイルをドラッグ&ドロップします。壊れたファイルがあるかもしれません。容量の大きなフォルダーはこまめに移動した方が安全です。ハードディスクドライブからハードディスクドライブへの移動なので、半日かけて 2.37TB を移動しました。次は接続と逆の作業でハードディスクドライブを外し、14年ぶりの自作 PC に接続します。PC をシャットダウンして、電源ユニットのスイッチをオフにします。すべてのケーブルを外して PC カバーも外します。自作して半年ぶりにカバーを取りました。ハードディスクドライブトレイを引き抜きます。14年前の PC では強引に広げる必要がありました。でも今の PC ケースは押して広げれば OK です。ここを押して広げる。すごい便利になりましたね。ドライブの側面のネジ穴にトレイ内側の突起を引っ掛ければ OK です。ここで衝撃を与えると壊れるかもしれないので結構緊張しますね。トレイの側面を閉じます。いいですね。トレイをシャドーベイにスライドさせます。結構な衝撃を与えたのでは？ SATA ケーブルを接続して、SATA 電源ケーブルを接続します。SATA ポートですが、マザーボードで何か制限があるか調べました。このマザーボードでは M.2 の第2ソケットに M.2 SATA SSD を接続した場合のみ SATA の第2ポートが使えなくなるようです。よくわかんないね。ここが SATA 第2ポートです。M.2 SATA SSD を使う予定はないので、どこに接続しても問題ありません。基板に書かれてますね。これでハードディスクドライブの同絶作業は完了です。次は M.2 NVMe を増設します。ケースから取り出して、この作業は PC ケースを寝かせます。その方がやりやすいです。ヒートシンクを固定しているネジを外します。ドライバーはこれね。ネジは左右にあります。ヒートシンクが外れました。M.2 をインストールします。ノート PC のメモリー増設に似ています。M.2 Q ラッチを時計回りに回転させます。便利ですね、ASUS。サーマルパッド保護シールを剥がします。ヒートシンクを元に戻します。この映像で SATA ケーブルを接続する前に M.2 を増設しているのがバレますね。ハードディスクドライブの増設と同じようにディスクの管理を起動します。Windows ボタンの左ね。この表示が増設した M.2 の領域作成画面となりますが、ハードディスクドライブの方は14年前の自作 PC 上で領域を作成したので、コピーしたファイルもすぐに使用できます。
今回増設した M.2 は容量的にディスク2になります。とその前に、ハードディスクドライブのドライブ文字が D になっているので、これを変更します。右クリックしてドライブ文字の変更をクリックします。変更ボタンをクリックします。空いているドライブ文字を選べます。D の次の E を選択して OK ボタンをクリックします。はいボタンをクリックします。以上でハードディスクドライブを E ドライブに変更できました。Explorer ではアルファベット順に表示されます。単純に M.2 を C ドライブと D ドライブ、並べて表示させたいだけです。先のハードディスクドライブと同じ要領で、増設した M.2 の領域を作成、フォーマットを実行します。ドライブ全体を一つの領域として使うので、次へボタンをクリックしていけば OK です。ドライブ文字 D が未使用状態なので、自動的に D が割り当てられました。ここではボリュームラベルを変更してみます。データ1としましたが、特に変更しなくても大丈夫です。ドライブ文字もボリュームラベルも、エクスプローラー上で自分がわかりやすくしているだけです。ドライブ文字やボリュームラベルは何度でも変更できます。ディスク2が今回増設した M.2 です。編集前のビデオを取り込んだり、最も高速にアクセスしたいデータは M.2 の C ドライブへ、取りためた写真や音楽、高速にアクセスしたいデータは M.2 の D ドライブへ、編集し終わった元データやバックアップを目的としたデータはハードディスクドライブへ保管します。低速でもいいデータですね。それでは速度を比較してみましょう。キャプチャーしながら計測するので、正確ではないと思いますが、まずは C ドライブの M.2 から計測します。終わりました。次は今回増設した M.2 の D ドライブです。先にも言いましたが、第11世代のマザーボードなので、第2第3ソケットは Gen 3 by 4になります。読み方合ってるかわからない。しかしながらハードディスクドライブはもちろん 2.5 インチ SSD よりも高速です。動画編集している今となっては約7000円の違いです。どちらでもいい速度だと思いますが、C ドライブだけ高速な方を選択すれば満足できるかと思われます。右でも全然いいと思いますよ。最後は増設した 4TB のハードディスクドライブです。よくこれをメインで使い続けたなぁと思う次第であります。14年ぶりの自作 PC で右から左にアップグレードしました。もう戻れませんね。ハードディスクドライブから SSD に換装する。さて、お次は2011年の自作 PC です。メモリーを 4GB しか搭載していないので、絶えずハードディスクドライブがガリガリうなっています。ここからは初体験になりますので、ちょっとワクワクしています。14年ぶりの自作 PC でも 2.5 インチ SSD を増設する予定でした。今回は M.2 とハードディスクドライブになりましたが、これは何だろう？取り付けに必要なスペース差かな？ディスクトップ PC には不要かもしれません。これが初めての 2.5 インチ SSD です。逆だね。もっともタブレット PC などに入っていると思われますが、驚いたのは重さです。ハードディスクドライブと比べてすごく軽いです。40g ですね。今回購入したハードディスクドライブは 636g でした。接続は SATA なのでハードディスクドライブと同じです。お次は C ドライブのデータをコピーするのに必要な USB 3.0 接続 2.5 インチケースです。2.5 インチ外付けケースは2個目です。USB ケーブルが収納式で携帯に便利ですね。まずはこのレバーをオープンにします。ロックを解除したら手前にスライドします。外れたかな？
7mm のドライブ用クッションがついています。説明書と話が違うな。SATA 接続部分ですね。どう転んでも逆に挿すことはできないので、説明は不要でしょう。ハードディスクドライブほど気を使わず、SSD を側面カバーに添えて押し込みます。接続できました。両面カバーにスライドさせます。側面カバーロックをクローズに戻せば作業完了です。以上で USB 3.0 接続で 500GB のバックアップが可能です。14年ぶりに PC を自作した私にとっては、すごい時代になったなぁの一言です。それでは C ドライブのデータを SSD にコピーするために PC を起動します。ついでにハードディスクドライブで起動にかかる時間を計測します。2011年に自作した PC のスペックも掲載します。メイン PC ではないので、購入当時の 4GB メモリーを維持しています。おそらくメモリーを追加するだけでも、ハードディスクドライブへの負担を減らし、起動が早くなると思われます。今回はディスクトップ画面が表示された時点で、ストップウォッチを止めます。しばらくお待ちください。ようこそ画面になってからが長いんですよ。ハードディスクドライブへのアクセスが増えています。起動するのにかかる時間は1分2秒でした。それでは SSD を外部接続します。接続するポートは端子が青色の USB 3.0 です。USB 2.0 ポートにも接続できますが、速度は USB 3.0 が上です。従来の USB 3.0 は USB 3.1 Gen 1となり、現在は USB 3.2 Gen 1 by 1となっています。頭がこんがらがりますよね。名称が変わっているだけで速度は同じです。USB 3.0 ポートに接続すると、ケースの LED が緑色に光ります。一方、USB 2.0 ポートに接続すると、青色に光るようです。USB 3.0 ポートの端子が青色なので、逆の方がわかりやすいかもしれませんね。私は緑色に点灯したので、USB 3.0 接続になっていないと思い、説明書を確認しました。この PC には 2TB のハードディスクドライブが1個接続されていますが、C ドライブとしては容量が大きいため、C ドライブに 500GB を、残りをデータ保管用の F ドライブとして使っています。C ドライブ、F ドライブ2つを足しても、使用領域は 500GB を下回ります。なので 500GB の SSD に換装できますが、パーティションが2個ある場合、どのようにコピーされるのか不明でした。なので、あらかじめ F ドライブのデータを C ドライブに移動して F ドライブの領域を削除しました。ハードディスクドライブを SSD に換装するには、起動ドライブ、すなわち C ドライブの話ですが、ハードディスクドライブの C ドライブを SSD にコピーする必要があります。これは通常のファイルのコピーと違って、Windows 上でドラッグ&ドロップしても無理です。そこでシステムドライブのクローンを作成するソフトウェアが必要になります。今回購入したCrucial MX500 は、クローン制作に Acronis True Image for Crucial を無料で使用できます。もちろん使用できるのはクローン機能だけなのですが、これをCrucial公式サイトからリンクをクリックして、Acronis公式サイトからダウンロードして使用します。クリックしていけばインストールできるので、インストール方法は割愛します。しかしどうしてか私の PC では、一つ選択するたびにハードディスクドライブにアクセスが集中して、10分から30分ほど動かなくなります。これでは拉致が開かないということで、みんな大好き Easy to do Backup Free をインストールしました。この作業は2021年11月後半にしていますが、無料の最新版ではクローンができなくなりました。しかし旧バージョン 13.0 を有名サイトでダウンロード可能だったので、それを使って作業しています。
しかし、ビデオ編集している年末には、旧バージョンのダウンロードも終了してしまい、このビデオの作業は無料でできなくなりました。まあ、今でも探せばダウンロード可能と思われますが、まともなものなのか未確認です。こうなってしまうと、Acronis True Image for Crucial を使うしかないのですが、それをしていないので役に立たない記録になるわけです。でも、ここまで編集してしまった以上、このまま最後まで走り抜けましょう。ちなみに英語版ではありますが、Macrium Reflect Free というソフトウェアが無料でクローン機能を使用できるようです。ただし便利な機能ゆえに、いずれは有料化するのかもしれません。それでは気を取り直して、システムを構成する C ドライブとシステムで予約済みドライブと回復パーティションを選択します。これがハードディスクドライブのファイル、つまりソースになります。次へをクリックします。この画面ではターゲット、すなわち SSD を選択します。ハードディスクには 128GB の USB メモリーです。SSD も USB 接続ですが、まだ領域も作成していないので、見割り当てと表示されています。チェックを入れたら次へボタンをクリックします。なんとなく大丈夫そうなので実行ボタンをクリックします。利用済み容量も一緒なので、ソースからターゲットにクローンを作成するわけです。もう無料で使用できませんが、簡単でしょ？離席していましたが、約 205GB のクローンに50分51秒かかりました。現在 C ドライブが起動していますが、B ドライブにクローンが作成されていました。それではコンピューターをシャットダウンします。外付けケースから取り出した SSD を PC にインストールします。この PC ケースは接続端子がある方を奥にセットします。あれ、収まらないな。あ、収まった。ネジを締めないと動いちゃいますね。適当な長さのミニネジを探します。PC ケースに付属していますが、何個も買っているとネジが増える一方です。本来は4本必要ですが、左右1本ずつでいいかな。ドライバーでネジを締めて、対角線上に留めます。苦肉の策だね。よし、これで固定できました。トレイをシャドーベイに収めます。はい、OK。何々？説明書を読むと、SATA3 ポートはグレーの2本、SATA2 ポートはブルーの4本だそうです。時代を感じますが、10年経過してその事実を知りました。であるならば、SATA3 に接続します。OK。そしたら SATA ケーブルと SATA 電源ケーブルを接続します。これで SSD のインストールが完了しました。USB 接続から SATA 接続になったわけです。そして起動した結果がこちらです。5分16秒？交換前の5倍の時間がかかりました。多分 SSD ではなくハードディスクドライブから起動していると思われます。いや絶対。2つのドライブにシステムがインストールされているのが問題かな。ハードディスクドライブの SATA ケーブルと SATA 電源ケーブルを抜いて SSD に差し替えてみました。念のため BIOS 設定で起動ドライブを確認します。起動オプションは SSD になっていますね。今度こそ大丈夫かな？ BIOS 設定画面からの自動再起動ではなく、シャットダウンからの起動で計測します。ハードディスクドライブの起動にかかる時間は1分2秒でした。ちなみに14年ぶりの自作 PC、すなわち M.2 は15秒です。ここから時間がかかっていました。あ、早い。約半分の時間で起動できました。なお、メモリーが 4GB のせいか、ブラウザを起動するだけでも、ハードディスクドライブがガリガリなってもたつきましたが、
SSD にしてから一瞬で開くようになりました。SSD のスピードを継続します。はい、完了しました。右が乾燥した SSD です。左は14年ぶりの自作 PC の C ドライブ M.2 です。今回増設した M.2 が左です。SATA 接続の SSD でもストレスがなくなり大満足です。今まで C ドライブとして使用していたハードディスクドライブも接続してみました。赤い矢印の部分です。このドライブはデータ保管用に再利用します。なので領域を開放してフォーマットしたいのですが、なぜかアクセスすると不安定になり、最終的にはディスクの管理で見えなくなりました。このタイミングでハードディスクドライブが壊れたのか？ SSD に嫉妬して自分は捨てられると思ったのか？とりあえず14年前の自作 PC に接続します。無事認識されました。壊れていなくてよかったです。ここで領域を削除して、あっちで領域を作り直せば問題ないでしょう。よくわかんないけどね。開放したい領域を右クリックします。ボリュームの削除をクリックします。Windows がインストールされている領域です。この作業をすると、特殊なソフトウェアを使用しない限りデータを読めなくなります。はいをクリックします。クローンを SSD に作成したので、元データを削除する作業です。見割り当て領域になりましたね。システムで予約済み領域もボリュームを削除します。残すは回復パーティションです。タスクバーの検索フォームに diskpart.exe と入力してエンターキーを押します。右クリックして管理者として実行をクリックします。今回 2TB のハードディスクドライブが2個あるので、削除したいディスク番号を確認します。ディスク1がそれになります。ディスクパートでもリスト表示可能で、リスト半角スペースディスクと入力してエンターキーを押します。ディスク1が 1863GB、すなわち 2TB のハードディスクドライブです。セレクト半角スペースディスク半角スペース1と入力してエンターキーを押します。ディスク1が選択されました。リスト半角スペースパーティションと入力してエンターキーを押します。パーティション3が回復領域であることがわかります。まあ他の領域はディスクの管理で削除したので、一つのディスクに複数のパーティションがあるならば、セレクト半角スペースパーティション半角スペース3で回復領域を指定しますが、一つしかないので、デリート半角スペースパーティション半角スペースオーバーライドと入力してエンターキーを押します。exit と入力してエンターキーを押して終了します。ディスク1の回復領域が削除され、見割り当てとなりました。これで C ドライブを SSD 化した PC でもハードディスクドライブを認識してくれるでしょう。まあ意味がわからないですけど。ところが、ディスクの管理にハードディスクドライブが表示されません。これは初めてのトラブルです。一時的に光学式ドライブの SATA ケーブルを引っこ抜き、ハードディスクドライブに接続してみます。ハードディスクドライブと SSD の乾燥作業が、ハードディスクドライブが認識しないトラブルへと移行しました。とりあえずこれで試してみましょう。C ドライブと E ドライブは SSD、F ドライブは USB メモリー。ハードディスクドライブに領域を作成していないので、エクスプローラーに表示されないのは当然です。そして、ようやくディスクの管理でハードディスクドライブが認識されました。右クリックして新しいシンプルボリュームをクリックします。2TB を一つの領域として使用するので、そのまま次へボタンをクリックします。ドライブ文字の変更方法はビデオの前半で説明しました。M.2 増設の時にね、任意でボリュームラベルを変更します。ハードディスクドライブであることがエクスプローラーでわかるように、ハードディスクドライブ1とします。フォーマット中です。
フォーマットが完了すれば、Explorer でパーティションを確認できます。次はクローン作業で表示されてしまったシステムで予約済みドライブを Explorer で非表示にします。システムで予約済み領域で右クリック。ドライブ文字とパスの変更をクリックします。削除ボタンをクリックします。領域ではなくドライブ文字を削除します。はいボタンをクリックします。再起動が必要になります。はいボタンをクリックします。Explorer で確認すると、システムで予約済み領域が非表示になりました。今回の乾燥作業で不思議だったトラブルは、この SATA ケーブル1本が作業途中に壊れたことが原因です。SATA ケーブルって壊れるのですね。初めての経験です。そりゃ強く引っ張れば壊れると思いますが、抜き差しで壊れたのかな。余っている SATA ケーブルと交換しました。あと、光学式ドライブの SATA ケーブルも元に戻しました。まあ、途中から壊れたと判断したのは、SATA 接続で SSD とハードディスクドライブが Explorer 上で認識されていたからです。C ドライブをクローンで SSD に換装。元 C ドライブのハードディスクドライブは D ドライブとして使用します。ディスクの管理で確認するとこんな感じです。シンプルですね。ブルーレイドライブが E ドライブになっています。最後にハードディスクドライブの速度を継続します。これを乾燥した SSD と比較すると、左が SSD、右がハードディスクドライブです。多くの人が言うように劇的に変わりました。何をするにも速くなりました。特にメモリー積載量が少ないこの PC では、ハードディスクドライブがこんなに足を引っ張っていたとは。お片付け。14年ぶりの自作 PC から早半年、電源タップは床に投げ出され、不要になった外付け機器がそのままの状態です。ケーブル類が床に設置していると掃除が面倒なので、大体のケーブルは机の内側に隠しています。11月下旬ですが、大掃除の一環として、隠れた部分を掃除します。Windows 7メディアセンター専用、外付け地デジチューナーです。14年前の自作 PC に Windows 7も一応インストールされていますが、このデバイスはすでに使用していません。これも外してしまいます。変更前がこちら。電源タップも机の裏に隠しました。目隠しとして Fire スクリーンを置きます。床にケーブルがないので、クイックルワイパーで掃除が楽です。これを外しました。今回使用したクローンソフトが有料になってしまったのは残念でした。きっと他の方法があるとは思いますが、誰かが紹介してくれるでしょう。また、ダウンロード済みのバージョン 13.0 は今後も使えるのかな。最後までご視聴いただきありがとうございました。MB サポートでした。長くなってしまって申し訳ありません。10分ぐらいにまとめるはずだったんですが、次回からは気をつけます。